すごいですね。皆さんこんにちは、ガジログです。いやー、ついに来ました。こちらファーウェイバンド7が到着しましたので、本日は開封レビュー、そして簡単なねファーストインプレッションを行ってみたいと思います。ついにやってきました。1ヶ月ほど前にですね、中国で発表されましたけども、いよいよ日本に到着しました。日本国内版に関しましては6月2日発売ということで、この中国版と日本語版ね、どういう風に違うのかも今後ね分かってくるかと思います。ただ本日はですね、まだ日本語が使えるかどうかっていうのは分かっていませんが、通常は英語と中国語になっていますけど、実際ねこの中国版ってどんな感じになっているのか、日本版とですねさほど違いがないのであれば、もしかしたらアリエクスプレス等で購入した方が安く買うことができるかもしれません。では実際どうなっているのかどうか含めてご紹介したいと思います。またですね、これまで使ってきましたファーウェイバンド6と比較しながらご紹介できればと思います。では本日も行ってみましょう。では開封の方をねこれから行っていきたいと思いますけど、パッケージの方でまずちょっと目につくところがありました。こちらですね、パワードバイハーモニー OSとあります。ついにファーウェイバンド7にもハーモニー OS が搭載されてきました。ファーウェイ独自の OS なんですけど、いろんなものに搭載されてますね。ハイエンドモデルのウォッチにも入っていますし、そしてスマートフォンですね、最近では EV にも入ってきています。これをどんどん今手広く広げていて、エコシステムをね確立しようとしています。パッケージの背面見ていますと特徴が出ていますね。 9.9mm の薄さですよ。そして 1.47 インチのアモレットですよ。この中でちょっと気になるところがありました。キャッシュレス機能ですね。これが NFC と連動してできるのかどうかっていうのも中国版ならではだと思いますけども、日本国内では当然ながらこれに対応している状況ではありません。ただこのモデルについていればそれはそれで面白いなと思います。では実際に開封して中身を見ていきたいと思います。よいしょ。裸の状態で入っています。保護フィルムがですね最初から貼られているんですが、今回はマットな感じの保護フィルムが最初から貼られています。ではその他の付属品になります。こちらが充電ケーブルになりますね。形状は前のモデルと全く同じになっています。そしてこちらが取扱説明書になっています。全部中国語になっていますので何と書いてあるのか分かりません。まずファーストインプレッションなんですけど、ファーウェイバンド6と比べまして全く違いが分かりませんね。ただですね、ちょっと見た感じボディの質感がよりマットになってるのかなという気がします。であとですね 9.9mm ですね、こっち 10.9mm なんですが 1mm の薄さ分かりますね。薄くなってますね。これ肉眼で見る方が分かるかもしれませんが薄くなってますね。明らかにどうでしょうか。カメラ越しでもわかるでしょうか。1ミリ薄くなっています。でも遠くから見たらほとんど違いはわからないのかなという感じがします。そしてボディの背面の方を見ていきたいと思いますが、右側がファーウェイバンド7になります。左側がファーウェイバンド6になります。背面の形状が全く違っていますね。新しいセンサーが搭載されたのかなという感じがします。そして大きな違いがはっきり今出ています。ファーウェイバンド7はこの金属のつまみでバンドを外す形状に変更してきました。ですのでファーウェイバンド6のバンドの取り外しの機構が廃止されまして、新しいタイプになっています。これ大きく変えてきましたね。つまり互換性がないっていうことになってしまいますね。今までねこの使っていたバンドが使えないっていうのはちょっと残念だなという気がします。では重さの方を測ってみたいと思います。はい、バンド込みで 28.2g になっています。ちなみにこれまで使っていましたファーウェイバンド6のバンド込みの重さが 31.9g になりますので、だいぶね軽くなっている感じはしますね。ただ後ほどバンド変えてしまえばね同じぐらいになってしまうかもしれません。ではこれから電源投入をしてスマートフォンとペアリングしてみたいと思います。かっこいいですね。ハーモニー OS 搭載。では言語の設定の方を確認してみたいと思います。中国語、イングリッシュ、フランス語とかね、いろいろ出てきます。そして日本語があるか、ありました。日本語対応しています。他の方もね、合わせて見てみたいと思いますけども、ご自分の言語があるかどうか確認されてください。
ではこれからペアリングの作業に移りたいと思います。それではですね、ペアリングの方が済みましたので、本体の方を見てみたいと思います。まず気になる技的マークがついているかどうかを確認してみたいと思います。この規制情報というところをね、見てみたいと思いますが、この中国のですね、型番ですかね、これ以外情報が一切出てきませんので、もしかしたら今後ね、アップデートで変わってくるのかもしれません。中国版に関しましては、技的マークはついていないということになります。では他の気になる部分を確認してみたいと思います。ではですね、バイブの振動の強さに関する情報になります。強いと弱いとなしの3つの項目になります。強いにしましたら結構な振動が来ました。そして私の好きな弱い、結構いい感じですね。これまでファーウェイバンド6と同じように2段階ですね、弱いか強いかということになります。では明るさの調整機能がついているかどうかも確認してみたいと思います。ついていてほしいんですけれども、明るさに関しましては1から5段階になりますね。そして夜間に明るさを低減というところになりますね。これも以前アップデートで追加された部分になりますが、それ以外の項目がありませんので、やはり自動の明るさ調整機能はついていませんでした。これはね、かなり残念ですね。もしかしたらと思っていたんですが、ついていませんでした。そして別の部分になりますが、画面の奥行き感に関しましてはいかがでしょうか。左がファーウェイバンド6になりますけども、画面の奥行き感は画面を見る限りでは変わってないのかなという感じがします。サイドから見てみてもやや奥行き感があるのかなという感じがしますね。斜めから見た場合はどうでしょうか。そんなに見栄えは変わってないかもしれませんね。右側はちょっとマットのフィルムになってますので、反射が抑えられてますので見やすさはありますね。そしてですね、強額縁になっていてくれたら嬉しいんですけども、懐中電灯を点灯してアモレットがね、どれぐらいの領域になっているのか確認してみたいと思います。左がファーウェイバンド6になります。右側はファーウェイバンド7ですね。画面領域からしたら表示されている面積はほぼ一緒ですね。ですのでアモレットに関しましてはさほど違いがないのかなという感じがします。角度を変えてみたいと思いますけど、どうでしょうか。一緒ですね。では他の部分で中国版の特徴を確認してみたいと思います。先ほどからね、ちらちら出ていましたけども、アリペイが入っていました。ご利用の端末で関連付けができますよとありますけど、日本語でねできるようになってますね。一応中国版にはこのアリペイの設定が入っていました。またワークアウトの状態というのが今回新しくなっていますね。ランニング能力指数、そしてトレーニング負荷の項目、高い強度のトレーニングを継続可能ということで、回復時間ですね、 VO2max のデータも確認することができるようになりました。ここは新しい部分になります。またワークアウトのね部分になりますけども、いろんな項目がやはり入っています。そしてですね、さっきからいろいろ触っているんですけども、ファーウェイバンド6よりもちょっとカクつくなという感じはしますね。もしかしたらちょっとこう動作が早すぎるのかもしれませんけども、カクつくとこがあるんですよね。あとね、新しい項目もありました。心拍数データの送信というのがあります。心拍数データはサードパーティー製の Bluetooth デバイスによって収集されます。またバンドはヘルスケアアプリから切断されます。個人情報の取り扱いに注意してくださいとありますね。これはね、これまでの説明になかった部分になりますね。ワークアウトに移動と書いてありますね。こうやってねデータをアウトプットできるようになっていました。その他の部分になりますけども、アラームをバンド自体から追加することもできるようになっています。はい、曜日の設定ですね。はい、このように追加することができます。あとはファーウェイバンド7から入ってきました常時表示機能になります。いわゆる AOD になりますけど、デフォルトではこのようになっています。なし、こんな感じで最初から入ってますね。これによりバッテリー持続時間が半分になり、持ち上げて画面起動が無効になります。続行しますかとあります。半分になるみたいですね。はい、どんな感じになるのか見てみたいと思います。はい、今 AOD に変わりました。肉眼で見ますと結構明るく見えますので、これは実用性が非常にありますね。でもこれをオンにしてしまうとバッテリーの減りが半分になりますよとしっかり案内がありましたので、仕方ない部分になりますね。
ファーウェイバンド6でこれまで使ってきましたエレガントブラックの文字盤なんですが、このファーウェイバンド7でも使うことができます。つまりこれまで無料有料版のものを含めて、その資産はですねこちらのファーウェイバンド7でも流用することができますので、ここは一つね安心でしたね。また新たに買い直さないといけないのかなと思っていましたけど、これは良かったと思います。ただ今回ですねファーストインプレッションでちょっと気になった部分なんですが、このバンドのね付け替えの部分になりますけども、さっき爪でですね結構つまんでやっていたんですが、外れづらいなと思いました。外れましたね。今外れました。こういう風になっています。すごい形状ですね。全くこれまでのバンドの替えバンドとは互換性がありませんでした。ここは一つね新たな一歩っていう感じかもしれませんけども、今後のね、市販の替えバンドが出てくることを待つということになると思います。ですのでこれまでね使ってきて気に入っていたんですけど、これが使えなくなるっていうのはちょっと残念なんですが、また同じようなものが出てきたら変えてみたいなと思います。ちょっとね爪が痛いですね。これはすごいですね。よいしょ。はい、一回慣れてしまえばね取り外しの方はそんな難しくないと思いますが、ちょっと爪がね悲鳴を上げる感じになりますね。というわけで今回開封レビュー、そしてファーストインプレッションをお届けしました。だいぶねファーウェイバンド6と変わったところもありましたし、そして変わってないところももちろんあります。ただ正当進化したなっていう感じがすごくしました。今後はですねこちらのファーウェイバンド7に乗り換えてみて使っていきたいと思います。また関連動画を今後も出していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。